2019年6月、アメリカ・ネブラスカ州で開かれた殺人事件の裁判中、被告人席で叫んだその男は、隠し持っていたカミソリで自身の喉を貫きました。すぐに病院へ搬送されたその男の名は、オーブリー・トレイル。共犯の女性、ベイビー・ボズウェルと共に、殺人と殺人の共謀、死体遺棄の罪に問われていました。初対面の女性を殺害し、バラバラにして荒野に捨ててしまったオーブリーとベイビー。彼らと被害女性の間に何かトラブルがあったわけでもなく、二人がなぜその女性を殺害したのか、動機は謎に包まれていたんです。そしてその動機を知った時、関係者の誰もが耳を疑いました。実は彼らの殺人はパパ活の一環だったんです。パパ活の一環で一人の女性の命を奪った男女。彼らが犯した殺人に一体どのような意味があったのか。法廷で自身に歯を向けたその男は、殺人が正義の世界で生きていたんです。おさすけんちゃんです。やみやみこいやさ、そろそろ開幕よ。あれが開幕よ。もしかしてヴィンテージ T シャツ1興味あんのあんたいや違うわよ、あなた。翔平が来るじゃない、東京に。大谷翔平？知らないの？東京に来んの？そうよ。マジで？翔平と山本由伸と佐々木が。マジ？すごい。左ピッチャーの今永と鈴木誠也と。わかんないんだ。メッシしかわかんない。今後やめます、あなたに野球の話するのは。来てどうすんの？試合すんのよ。シーズン開幕っつってんだから。メジャーの開幕戦が日本であるの。日本でやんの？ドジャースとカブスが対戦するのよ。なんで日本でやんの？日本人がいっぱいメジャーにお金を落としてくれるから。そういうことなんだ。どっちのチームにも日本人選手がいいんだよ。見に行きたいんじゃない？見に来たらチケット取って。なんでだよ。なんで彼女かお前。チケット譲って。今回ご紹介するのはアメリカ・ネブラスカ州で起こった殺人事件について。この事件の特徴はパパ活の一環として殺人行為が行われていたことなんです。ってことだから男女間のトラブルで殺人行為に至ったとかじゃなく、パパ活の中に殺人っていう行為が含まれてた。よくわかんない。よくわかんないですよね、これ。大丈夫です。僕らもよくわかんないです。ヤミコさん、今もわかってないです。はい。パパ活と殺人がどう結びつくのかっていうのがね、まさにこの事件の肝となるんですけれども、そしてね、この事件は、いわゆるね、マッチングアプリの危険性についてね、学びとなる動画でもあります。皆さんの中でもね、マッチングアプリやってる方、多くいらっしゃると思います。今はね、そういった出会いっていうのも主流になりつつもあるのかなと思うんで、だからこそね、ぜひね、この動画を見て、自分なりにちょっと気をつけようとかね、思ってくれたらね、僕らもね、幸いです。出会いを求めて2017年12月4日、アメリカ・ネブラスカ州エドガー、草木が伸び放題の荒れ果てた土地に多数の警官が訪れていました。その中の一人が確信めいた様子で言います。おい、このゴミ袋じゃないか。警官が持ち上げたのは無造作に落ちていた黒いポリ袋。一見不法投棄されたゴミにしか見えないその中身に、その警官は心当たりがあるようでした。固く縛られたそのポリ袋の口をゆっくりとほどいていく警官。その中身はバラバラ死体でした。2週間もかかってしまって申し訳ない。亡くなってしまったその人物に力なく謝罪の言葉をつぶやいたその警官。彼は詳しく調べずともその遺体が誰のものかを分かっていました。事の発端はこの時から約1ヶ月前に遡ります。2017年11月初頭、ネブラスカ州リンカーンのホームセンターで働く女性シドニー・ルーフェは暗い表情で病院からの帰路に着きました。実はその日彼女はうつ病、不安障害と診断されたんです。私どうすればいいんだろう。シドニーの精神面の悩みは今に始まったことではありませんでした。彼女は優しい性格で家族や友人、同僚に恵まれていましたが、そうした周囲の人たちに自分の気持ちを本当の意味で理解してくれる人はいないと感じていたんです。シドニーがそう感じていた理由は、彼女が同性愛者だったから。身近には同じ性的思考の人がおらず、シドニーにはなかなか恋人ができませんでした。20代半ばになってくれば同世代の友人で結婚する人も出てきます。そんな中、自分だけが何も行動できずにいることにシドニーは葛藤を抱えていたんです。そうやって思い悩む日々で精神疾患の診断を受けてしまったシドニー。彼女はその現状を変えたい一心で、それまで使ったことがなかったマッチングアプリを使ってみることに。そのアプリのやり取りを通し出会ったのがオードリーという女性でした。こんなに私の気持ちを分かってくれる人初めてだわ。オードリーとシドニーは驚く
くほどに話が合い、すぐに意気投合。友人にはできなかった恋愛の話ができることもあって、シドニーはみるみるオードリーに惹かれていきました。するとオードリーからは早速こんな誘いが。よければ今度デートしない？当然シドニーはその誘いを嬉しく思うのですが、彼女には一つ不安がありました。デートは私たち二人きりよね。そう、今までマッチングアプリを使ったことがない彼女には、見知らぬ相手と直接会うことに多少の不安があったんです。オードリーはシドニーの問いにイエスと答えました。そのためシドニーは勇気を振り絞って彼女に会うことにしたんです。こうして2017年11月14日、シドニーはオードリーと待ち合わせ、彼女の自宅を訪れました。彼女たちは約束通り二人きりでデートを楽しみ、この段階でシドニーはオードリーのことを完全に信用したんです。互いのことをすっかり気に入った二人は翌日の夜もまた会うことに。シドニーはオードリーに出会えたことで長く感じていた胸の使いが取れたような気がしていました。出会いを求めてる若者同士のさ、普通のやりとりに見えるんだけど、最初にバラバラ遺体出てきてるし、きっと最後はうまくいかなかったってことよね。そうなんですよ。逆にね、1回目のデートで何もなかったってのは罠だったってことでもあるんです。オードリーと初めてデートをした翌日、仕事を終えたシドニーは SNS にこんな投稿をしました。デートの準備完了。彼女はこれまでなかなか恋愛ができなかった自分が一歩踏み出せたことを友人みんなに知ってもらいたかったのでしょう。そして自宅へ迎えに来たオードリーから着いたわよというメッセージを受け取ったシドニー。彼女は嬉しそうに玄関を飛び出していきますが、この後一切の消息を絶ってしまうんです。翌朝シドニーは職場のホームセンターに出勤せず、心配した同僚がシドニーの両親へ連絡したところ、両親も彼女と連絡が取れず不審に思っていたことが判明。その日のうちに行方不明届が出されることに。警察がシドニーのアパートを捜査すると、彼女がいつも持ち歩いているハンドバッグとメガネが置きっぱなしの状態、さらに飼い猫の餌も用意されていなかったため、シドニーはそれほど長時間家を空けるつもりではなかったように思いました。そして彼女のスマホの GPS をたどってみると、オードリーの家の近くでその信号が途絶えていたんです。確実にオードリーが犯人でしょ。もうシドニーとさ、たくさんやりとりしてるからすぐ足はつきそうだけどね。ただね、このオードリーっていうね、人物なんですけど、警察がね、いくら探しても見つかんなかったんですよ。あら。正体不明の女。シドニーのスマホの通信が途絶えたのがオードリーの自宅であることが分かると、警察はすぐにネブラスカ州ウィルバーのそのアパートへ向かいました。すると不思議なことに、シドニーの失踪事件の捜査には関わっていない別の警官がすでにそのアパートへやってきていたんです。どうやらその警官はそのアパートのオーナーの通報でやってきた様子。半年くらい前から下の部屋を間貸ししてるんですが、こんなことは初めてで、アパートのオーナーが警察を呼んだのは、下の部屋から強烈な漂白剤の匂いがしていたため、数日前から漏れ出しているその匂いにオーナーは嘔吐やジンマシンの症状が出るほどだったんです。その部屋を借りていたオードリーはすでにいない様子でしたが、気になるのはエアコンがずっとつけっぱなしになっていること。しかも11月中旬の肌寒い季節にもかかわらず冷房がついているようで、その部屋の様子は明らかに異様だったんです。ここから警察はシドニーの失踪にオードリーが関与していることはほぼ間違いないとみて捜査を開始。しかしその足取りはなかなかつかめなかったんです。それもそのはず、オードリーは本当は存在しない人物だったから。シドニーをデートに誘った女のオードリーという名前は偽名。部屋を貸し出していたオーナーでさえ彼女の本名を知らなかったんです。部屋まで偽名で借りててさ、余計にオードリーが何者なのか気になるわね。このね、手口がこう複雑かつね巧妙なのは、オードリーが単独犯ではなく組織によってね、つまり誰かからの指示によって動いていたからなんです。オードリーが偽名を名乗っており、周囲には本名さえ伝えていなかったことから身元の特定は困難で、捜査は頓挫するかに思われました。しかし彼女の正体は意外なところから明らかになるんです。オードリーについて情報提供したいんです。そう言って警察に連絡してきたのは、シドニーが働いていたホームセンターの従業員。彼女が伝えた内容はなんとオードリーの電話番号でした。シドニーが失踪して以来心配していたその同僚は、彼女が会っていたオードリーが何者なのかを突き止めようとマッチングアプリに登録。シドニーから聞いていた情報を頼りにオードリーを探し出し、電話番号を交換したというんです。警察が捜査を進めると、その電話番号の持ち主はベイリー・ボズウェルという25歳の女であることが判明。彼女こそがオードリーの正体でした。またベイリーはシドニーをおびき寄せたあの部屋をある人物と2人で借りていました。その人物とは彼女のシュガーダディ、オーブリー・トレイル。シュガーダディ、何それ、聞いたことない言い方。聞き慣れない言い方なんですが、アメリカではね一般的な呼び方で、これ日本で言うとね、パパ活とね同義ぐらいの概念なんです。
す。というわけで本日のメドラキーワード、シュガーダディについて。シュガーダディとは、若い女性に金品を与える代わりに恋人関係や性的関係を求める男性のこと。女性に美味しい思いをさせてくれることからその呼び名が付けられているんです。シュガーダディを探す女性のことをシュガーベイビーと呼び、両者の関係は日本でいうパパ活と同じ概念なんです。アメリカでシュガーベイビーをしている女性には大学生が多いと言います。その主な理由は生活苦。アメリカの大学の学費は日本円換算で年間300万から600万ほどで、4年通えば総額2000万円を超えるケースもザラ。生活費を賄うために支援してくれるシュガーダディを探す学生が後を絶たないんです。オーブリーとベイリーはシドニー失踪の件とは別に詐欺の容疑で賠償金40万ドル以上の支払い命令を出されている状態。他にもいくつかの軽犯罪を重ねていた2人はそもそも逃亡中の身でした。彼らが犯罪者である事実を突き止めた警察は令状を取り、例のアパートを捜査しますが、案の定そこはもぬけの殻。一方、漏れ出ていた強烈な漂白剤の匂いはオーブリーたちが風を吹いた際のものと判明し、何か隠蔽の意図があったことは疑いようがなくなったんです。パパ活の一環っていうのは、要するに、シュガーダディとシュガーベイビーが共謀して殺人を犯してたってことね。本当にそうで、さらにね、この2人っていうのは、被害者の女性がね、初対面かつなんか恨みがあるわけでもないわけですよ。だって会ったことないんだから。なのにね、緻密に計画を立ててね、無残にも殺してしまうんですよ。浮かび上がる足跡。2017年11月14日、ベイリーはシドニーとの初デートの後、シュガーダディのオーブリーとホテルに宿泊。翌日、ベイリーとオーブリーはシドニーとの2回目のデートの前に漂白剤、ノコギリ、ゴミ袋、ナイフを購入しました。さらにオーブリーはその足でシドニーの働くホームセンターに向かい、彼女とすれ違っています。そう、そこがシドニーの職場であることをベイリーから聞いていた彼はターゲットの様子を見に来たんです。オーブリーはシドニーのホームセンターでも漂白剤を購入。2人の一連の行動を捉えた防犯カメラ映像から、オーブリーとベイリーは入念に計画を立て、シドニーを陥れようとしたことが見て取れました。この状況を踏まえ、警察はメディアに情報を解禁。シドニーの失踪から13日後の11月24日、オーブリーとベイリーは事件の容疑者として大々的に報道されるんです。するとベイリーは Facebook 上に次のような動画を投稿。I guess I just want the family to know that I'm truly sorry and I didn't have anything to do with this, and I hope that Sydney is found very soon. She is a sweet, amazing girl. 彼女は自身がマッチングアプリでオードリーを名乗っていたことを認めた上で、シドニーの失踪には無関係だと語ったんです。そして逃亡生活を続けていた2人でしたが、警察はこの2日後にミズーリ州のモーテルで彼らを拘束。シドニーの件はまだ証拠不十分だったため、別件の詐欺容疑で2人を逮捕します。案の定、オーブリーとベイリーはシドニーの失踪に関して関与を否定しますが、彼らのスマホの GPS から犯行の事実はすぐに明らかになりました。2人は失踪事件が発生した直後、ネブラスカ州エドガーのある地点へ向かい、そこで一定時間不自然に滞在。警察がその場所を捜査すると、黒いポリ袋に入れられたバラバラ死体が見つかったんです。そう、それはシドニーの遺体でした。シドニーの遺体は目の細かいノコギリで切断されており、その切り口はオーブリーとベイリーが購入していたノコギリと一致。またシドニーの遺体や漂白剤、衣服などは16箇所に分けて捨てられていたのですが、そのルートはベイリーのスマホの GPS の動きと同じでした。ここまで証拠が揃っているにもかかわらず、オーブリーとベイリーは2ヶ月近くも容疑を否認。ようやく自白したかと思えば、乱行中に誤って首を絞めて殺してしまった。ベイリーとのデート中に事故死したなどと供述を2点3点。最終的には電気コードで考察したことを認めますが、殺人の事実がほぼ確定した後も2人は悪あがきを続けたんです。そして裁判においては、ベイリーと同じくオーブリーとパパ活をしていた別の女性も証言台に立ちました。実は彼女の証言から、オーブリーは単なるパパではないことも浮き彫りになってくるんです。単なるパパじゃないなんて言ってるけど、殺人犯してる時点で普通じゃないわよ。まだなんかあんの？そうなんです。このオーブリーっていうのは、殺人が正当化される世界の中で生きてたんです。吸血鬼と魔女。その日、女性はネブラスカ州ウィルバーのとあるアパートを訪れた。インターホンを鳴らし、しばらくして扉を開けたのはオーブリーだった。そう、女性はパパ活アプリで知り合った彼と会う約束をしていた。地下で話をしよう。そう言うと、女性を地下室まで誘導していくオーブリー。事前のやり取りで彼が提示していたのは、週に200ドルの支払い。それ以外の条件について何も聞かされていなかった女性は、少し緊張しながらもオーブリーの後に続いた。そして地下室に着いたその時、オーブリーはようやく本題を切り出した。俺は吸血鬼なんだ。唐突に意味のわからない
ない言葉を向けられ、女性は思わず眉間にシワを寄せる。そんな彼女の様子など意にも介さず、オーブリーは続けた。お前には魔女になってもらう。女性はオーブリーの言葉に一層怪げな表情を浮かべるが、彼は構わず説明を続ける。オーブリーが自らを吸血鬼と呼び、周りにはべらせている女性を魔女と呼んでいること。そして魔女になるためには4つの条件があること。その条件とは3時間ごとに連絡を入れること。他の男と話さないこと。オーブリーをパパと呼ぶこと。そして最後の条件は、人を殺すことだ。殺した後に死体をいたぶれば魔女としての力が増すんだ。証言台で女性が語ったオーブリーとの関係性について法廷に居合わせた関係者は誰もが眉を潜めていました。一方で取り巻きの女性たちは皆誰もがオーブリーを慕っていたんです。オーブリーが魔女に選ぶのは精神的に不安定な女性ばかり。彼はそんな女性の心の隙間につけ入り、彼女たちを巧みに従えていたんです。弱ってる人の心につけ込んでてさ、カルト宗教の洗脳みたいじゃないこれ。マッチングアプリとかね、僕の周りでも使ってる人から話聞くと、出会った女の人にその人が指定したバーに連れてかれてもめっちゃぼったくられたね、はいはい、僕の友達とか。逆に女性から聞くのはすぐ体目的でそればっか言ってくる男だったりとか、結構マッチングアプリで出会った異性とのトラブルだったりとか、合わなかったけどなんかメッセージ上でひどいこと言われたりみたいな、マッチングアプリにまつわるね、いろんなエピソードってねあると思うんですよ。皆さんもしねこんな目に遭いましたとかあれば、せっかくねこの動画なんでコメントしていただいてね、皆さんにこういう手口があるんだとか、こういうことされるんだっていうのを共有して、もしねこれからマッチングアプリやる人とかはそれ見ながら気をつけてもらえるとね、この動画も意味があるんじゃないかなと思いますので、ぜひコメントお待ちしてます。ベイリーは複数人いる魔女の中でもオーブリーの一番のお気に入り。二人は殺人衝動について日々語り合い、殺人バッグなるものを常に持ち歩いていました。その中身は拷問器具の数々。オーブリーとベイリーはいつも誰かを拷問にかけたいという妄想を募らせながら、そのターゲットを探していたんです。そんな常軌を逸した世界の中で生きていたオーブリー。彼は裁判の席でも自身の中に渦巻いているその狂気を見せつけるんです。オーブリーが被告人席で叫んだ次の瞬間、法廷は騒然とした空気に包まれました。彼はなんとカミソリで自身の喉を突き刺したんです。オーブリーはその後緊急搬送されますが、何度か公判を欠席した後に回復。2019年7月、第1級殺人、殺人共謀及び死体遺棄で有罪となり死刑判決を下されました。同時にベイリーは同じ罪状で終身刑に。現代ではマッチングアプリを介しての恋愛はもはや当たり前。しかし誰でも利用できるツールである以上、今回の事件のように危険な人物が潜んでいることもまた否めません。もしあなたがマッチングアプリを利用するとしたら、どのように危険を見極めますか？